どうも、ゆっくりマリサだぜ。この動画シリーズでは海外 Q&A サイトに投稿された、気になる Q&A を紹介していくぜ。今回は猫に関連した質問を紹介していくぜ。まずはこの質問だぜ。世界一孤独な猫は？世界一孤独な猫なんてわかるのか疑問だが、回答を見てみるぜ。スバールバル諸島はノルウェーの群島で、地球上で最も北に位置する有人地域です。このようなユニークな場所には、主にその場所の自然の美しさを維持することを目的とした、独自の規制があります。この場所では、1990年代に、島内での猫の飼育を禁止する法律が制定されました。この法律は、島内のシロクマ、ライチョウ、アザラシ、セイウチ、トナカイなどの生態系を保護することを目的として作られました。そのため、スバールバル諸島には公的には猫はいません。が、華奢はいます。ということで世界一孤独な猫は、島で唯一の猫、華奢のようだな。なぜ猫の飼育が禁止されているのに、華奢がいるのかだが、誰がどのようにして島に連れてきたのか、正確にはわかっていないそうだ。ただ、地元の住民によると、2000年代にロシア人によって極秘に持ち込まれ、書類上は北極狐として登録されたそうだぜ。誰がどう見ても猫だが、書類上は北極狐だから、法律には引っかからないということだな。ということで、世界一孤独な猫だったぜ。では、次の質問だぜ。猫って本当に飼い主のことを愛しているの？この質問への面白い回答があったから紹介するぜ。本当に愛しているよ。犬派の人たちには絶対に理解できないだろうけどね。猫と飼い主の関係は、犬とはまた違うんだ。一度信頼関係ができると、もうそれはまるで親子みたいなものだ。そう、猫を飼うのはまるで子供を育てるみたいなものだよ。猫はあなたや家族、住んでる場所だけを理解してる。彼らの愛情とかは、基本的にはすでに信頼してるものに向けられているんだ。犬はまた違うんだよ。犬は誰にでもフレンドリーだし。例えば、お客さんが来たら、犬は挨拶してくれるけど、猫は知らない人が来ると逃げることがあるんだ。これは傲慢なわけじゃなくて、ただお客さんとの信頼関係を築くには時間がかかるってだけだ。個人的な意見だけど、犬に愛されるのは普通のことだと思うけど、猫に愛されると、なんか自分が特別な存在みたいな気がするんだ。人々が傲慢だと思う生き物が、あなたに寄ってきて、体をすりつけて、匂いを嗅いで、舐めて、優しく噛んで、ゆっくりと目を閉じて、ずっと一緒にいたいって思ってくれるんだよ。実は子供の頃、家族が猫を飼ってたんだけど、あんまり彼とじっくり過ごす時間がなかったんだ。学校で多くの時間を過ごしたり、宿題のために夜な夜な自分の部屋に閉じこもらなきゃいけないこともあったんだ。週末は追加の授業やスポーツのトレーニングがあったりして、12歳の時にはもう家族とは別居していたんだ。学校を卒業してからは軍隊に入って、大学に進学して、で、彼が亡くなったって知った時はなんか寂しい気持ちになったし、猫も家族だよ、と家族がよく言ってたことを考えると、もっと彼と何かを築いておけばよかったって思ったよ。その後、仕事を始めてアパートに住むようになって、気分を明るくするために猫を飼うことにしたんだ。猫って手入れが簡単っていうのもわかってたから。そしたら誕生日に母からサプライズで、4ヶ月のブリティッシュショートヘアの猫がもらえたんだ。最初の2、3日はお互いを理解し合うのに苦労したし、彼は最初はいつもどこかに隠れてたんだ。でもそれからはまるで離れられない仲になったんだ。家の中では、私が行くところに彼もくっついてくる。寝室、バスルーム、リビング、キッチン。料理してる時は、冷蔵庫の上に座って私の料理をじっと見てるよ。バスルームや寝室に入っていると、中に入りたくて泣き声を上げることもある。バルコニーで休んでる時は、膝に座りたがることが多い。バードウォッチングを楽しめるように、鳥の餌も買った。私もバードウォッチングを楽しむようになったよ。彼はとにかく遊び好きで、家にいるとまるで24時間コメディアンがいるみたいだ。手入れがすごく楽だから、私が会社にいる時にも寂しくないように、もう一頭友達を見つけてあげようかなって考えてるんだ。会社では、猫を飼っているからか、同じような話をする友達がたくさんできたよ。犬派の人には、猫がどれだけ飼い主を愛してるかっていうのは理解できないだろうね。長文読んでくれてありがとうね。ここで彼の写真も載せておくよ。
なんかやたら犬派への当たりが強かったな。ただ、飼い主と猫が愛し合っていることはよくわかったぜ。では、次の質問だぜ。あなたの猫がこれまでにした中で最も賢い行動は？まずはこの回答だぜ。信じられないかもしれないが、これは本当の話だ。サミーはもともとバーンキャットだったが、やがて家に迎え入れ、素晴らしい仲間となった。バーンキャットは、牧場の農産物や飼料をネズミなどから守るために、外で飼われている猫のことだぜ。私の家は石造りのコロニアル様式の家で、サミーは地下室へのハッチから自由に出入りできた。そして、サミーはいつも私に様々なプレゼントを持ってきた。その中には生きているものも多く、鳥やウサギ、ムササビ、そしてある時には魚まで持ってきた。幸いにもネズミは死んだ状態で持ってきてくれたよ。怪我をした鳥を家中追いかけ回すのにうんざりしていたが、サミーはそれを全く理解していないようだった。このことを私の担当の整体師に話したところ、こう言われた。彼女に話しかけてみて。努力はありがたいけれど、自分で食べられるから、もう鳥やウサギなどは家に持ち込まないで、と。その夜、私はサミーを膝に乗せ、整体師の言ったことをそのまま伝えた。そして、ネズミは大丈夫だ、感謝していると付け加え、床に下ろした。するとサミーはすぐに玄関の扉に向かい、外に出たがってニャーニャーと鳴き始めた。いつもの通り道とは違っていたから珍しいと思いつつ、サミーを外に出した。その後、さっき話をした椅子に座り外を見ると、中庭でしゃがんでいたサミーが急に前に飛び込むのが見えた。その30秒後、サミーはネズミを加えて地下室のハッチから飛び出し、私の足元にネズミを置いた。まるで、これでいいの？というような顔をしていた。私はサミーを褒めて、ご褒美をあげた。それ以来、サミーは引き続きネズミは持ってきてくれたが、二度と鳥やウサギなどは持ってこなくなったよ。言葉を理解しているなんて賢い猫だな。そして、飼い主に食べ物をあげるために、動物を飼って持ってきていた優しい猫だったんだな。では、次の回答を紹介するぜ。私が飼っていたキャットという名前の猫は、非常に興味深い特性を持っていました。彼女の毛はいつも大量の静電気を発生させていたんです。そのため、彼女が私のデスクライトの下を通ると、ライトがつきます。そして、彼女はあることを学んでいました。朝になったら、机の上に乗り、ランプの下で丸くなり、電気をつける。すると私が目を覚ますことを。そうして、私は朝5時に目が覚めるようになりました。賢い猫だが、飼い主にとっては気の毒な話だったな。ちなみに、この猫が大量の静電気を帯びている理由だが、飼い主によると、正確な理由はわからないが、長くて膨大な量の毛が原因じゃないかとのことだぜ。ということで次の回答だぜ。うちの猫の一匹は天才でした。天才的なクソガキです。彼とのエピソードは数知れません。母の部屋に入れて、鍵を閉めていた時には、シャワーに入って泣き続けました。なぜなら、シャワーに入った方が、音が大きく、家中に響くようになるからです。私たちが子犬を飼い始めた時には、カウンターに置いてあったコップを左に6インチずらし、子犬のケージに水をかけました。彼は、おやつがあるか、キャビネットの扉を定期的に開けて確認していました。また、キャットニップ、犬ハッカを手に入れるために、ジッパー付きの袋を開けることもありました。結局、おやつとキャットニップはすべて、彼が開けられず壊せない金属製の筒に移しました。彼は、家に遊びに来た犬をカウンターに誘い込み、ソースボートを頭の上に落としました。彼は、私たちのもう一匹の猫を騙して、キャビネットの中に逃げ込ませ、閉じ込めることもありました。彼は、ドアノブを回して、ドアを開けることもできました。彼は、コンピュータの電源の入れ方も知っていました。スクリーンセーバーの泡を手で叩いて遊ぶのが好きでしたが、不思議なことに、魔法の箱を立ち上げると泡が出てくることを理解していました。彼は、左手と右手の違いを知っていて、誰が右利きで誰が左利きなのかを把握していました。そして、利き腕ではない方の腕に座ることで、よりよく撫でられるようにしていました。彼は19歳で亡くなりましたが、もし天国があるなら、彼はそこで神を騙していることでしょう。かなりのいたずら好きだったが、間違いなく賢かったことは伝わる回答だったぜ。といったところで今回の質問は以上だぜ。それではまた次回。